今回の産業まとめ。北の知らない人から米韓首脳会談批判。人道支援も未だままならず。国際会議で恥さらし映像。米韓首脳会談で南北会談への道筋を開いたムン・ジェイン大統領ですが、北朝鮮へのアプローチはちぐはぐなままです。北朝鮮は朝鮮中央通信を通じて国際問題評論家キム・モンチョルの名前で韓国のミサイル射程距離制限解除を批判しました。これが北朝鮮として米韓首脳会談への初めての反応となっています。これによると、韓国が早いうちに大陸間弾道ミサイルと潜水艦発射弾道ミサイル、極超音速ミサイルまで開発できるとして警戒感を強めています。批判は韓国にというよりも米国に対して向けられていて、意図的な敵対行為だと主張しています。ムン・ジェイン大統領に対しては、問題を起こしておいて罪の意識を感じ、あちこちの反応を伺い知ろうとする下品な格好が実におぞましい、と批判しています。韓国政府は南北対話や交流の必要性を強調する中で、人道的な新型コロナウイルス関連の医薬品支援について検討がなされています。しかし世論調査によると、61% が反対しているという結果が出ています。また、先日までソウルで開かれた環境分野の国際会議、P4G の開会式で使用された紹介映像で、ソウルではなく平壌の衛星写真が使われて批判を浴びています。本来は開催地ソウルの衛星写真がズームアウトして地球を映すものでしたが、その開始地点が北朝鮮の平壌となっていました。大統領府はこの問題について、外部業者のミスだと釈明していますが、野党からはありえない外交惨事だと批判を受けています。編集所感。今回の概要。北朝鮮の批判は控えめ。相変わらずの片思い。国際社会からの批判。北朝鮮の誰か知らない人が米韓首脳会談を批判していますが、今のところ政府関係者ではなく、朝鮮総連の関係者じゃないかなんて話も出ています。この論評、日本語訳も用意されていたのでどの表現を使うか迷ったのですが、拾うなざまが実に鼻持ちならない、となっていたんですよね。この拾うって言葉、普通は使わないと思うんですけど、辞書でも引っ張り出してきて使ったのかな？なんじゃこりゃ？ということで、朝鮮語の翻訳を使いました。韓国メディアや政治家は、大統領様をこのように侮辱するとはけしからん、と激怒してるのですが、そこまで怒るって感じ？そういえば韓国っていつもこんな感じだなぁと思いましたね。ほら、竹島問題でも劣化のごとく怒ってるじゃないですか。きっと何でもかんでもすぐに激高するんだなと捉えています。なので私たちがこうした言葉で感じるほどは怒ってないのかも。それは北朝鮮が韓国に向けた言葉にしても同じなのかもしれないですね。私は北朝鮮は今回の米韓首脳会談をある程度評価していて、そのため政府関係者の論評での直接批判じゃなかったんだと思います。大体論評が出てくるのが終わってから1週間も過ぎてからだし、ミサイル制限解除なんて今更どうでもいい話ですからね。一説によると制限は、冷戦時代のソ連に配慮して設けられたものだとか、実際はどうか知りませんけど、米韓首脳会談後、南北や米朝の関係に何か動きがあったかというと今のところは何もなく、お互いまだ手探りの状態のようですね。北朝鮮も一応米国を意識してこうした論評が出てきたものと思われますが、具体的なものは何もなし。そういえば未だに新型コロナウイルスによる感染者も死者もないらしいですね。さすが貿易優秀国。もう称賛するしかないわ。コバックスからワクチン供給を受けることになっているらしいですが、今のところ200万回弱、アストラゼネカ製。ただ、国連による利用状況の監視を拒否していることもあって、未だ受け取っていないようです。今年の下半期に延期されたとか。まあ、中国様からワクチン供給を受けるしかないんでしょう。下手したら新型コロナウイルスで体制崩壊しちゃいそうだけど。韓国は北東アジアの貿易協力機構を利用して北朝鮮を何とか支援しようとしています。メンバーにはロシアやモンゴル、中国もいるので何とかできるかもしれません。ただ、世論調査では国民の大半が否定的です。と言っても岩盤支持層である約 40% は賛成していますけどね。問題は北朝鮮がそういった南からの施しを受け取るつもりがさらさらないことです。
多分今日の一番の話題となっているであろう P4G の開会式映像ですが、皆さんご覧になったでしょうか。パッと見の平壌とソウルの衛星写真の違いは私たちにはわかりませんが、ズームアウトしていった時の中心が明らかに平壌。ほんの数秒なので誰も気にしなかったのでしょうが、制作会社は意図的にやっていますよね。脱北者にでも発注したの？もしくはムンジェイン政権を嫌う人たちが恥ずかしめようと意図的に平壌のまま納品したコンテンツテロかもしれないですね。納品からリハーサルまで素通りし、実際に使われて後からわかるという最悪のシナリオ。日本だと福岡のつもりがプサンになってたとかでしょうが、絶対に気づきますよね。こんなのいじっても仕方ないので次に行きます。韓国は昨年末に2030年までに温室効果ガス排出量を2017年比で 24.4% 削減するという目標を発表しました。この目標設定があまりにも低すぎるとして国際社会から非難を浴びています。どうして2017年比かというと、2017年まで増え続けたんです。一応2050年にはゼロにすると言っていますが、明らかなデタラメでして、やる気のない環境悪党国として注目を浴びています。こっちの方がビデオ問題よりはるかに深刻なんですよ。韓国もいろいろ大変だね。人事で申し訳ないけど。北朝鮮の態度は気にしなくてもいいと思うけど、なんだかんだで何もしてないと思われてるしね。北からは。あ、そうなの？いつも気配りしてるようなイメージだけど。北朝鮮からすると本気度が見えないんだろうね。国連や米韓同盟の枠組みの中から一歩も出てこないから、思い切った行動を期待してるのがわかんないのかな。思い切った行動って何？なんか勝手にドドーンって宣言するとか？国際社会や米国を敵に回してでも南北関係を改善するくらいの大胆な行動を期待してると思うんだよね。まあできるわけもないんだけど。なんだかずっと同じことやってるよね。私は拉致被害者だけ帰ってくればあとはどうでもいいけど。その道も険しいままだね。そういう意味では日本も何か踏み出せる立場じゃないからね。関係者も落胆してるだろうね。なんかババーンって起きないかな。起きないだろうね。ところで平壌の映像の話、面白いね。あんなの起きるんだね。制作過程に明確な悪意があるよね。私もああいう映像を作ったことあるけど、数枚の写真を綿密に組み合わせるから差し替え忘れたとかのレベルじゃない。あれって作るの難しいの？よく見るよね。あんな感じの。そんなに難しくないよ。ズームしておいて縮小してつなぎ目をきれいに作るんだけど、つなぎの位置調整のところくらいかな。大統領が平壌で作ってねって言ったりしてない？北朝鮮にアピールするために、いくらなんでもそれはない。これってもう削除されちゃった？差し替えられたよ。生中継のアーカイブ映像ももう削除されてる。制作会社の人逮捕されるかな？どうだろうね。中国の業者にそのまま丸投げしてたりして。それでも誰も見つけられなかったんだね。それもお粗末だよね。お粗末といえば二酸化炭素削減目標もそうだけどね。目標だから大きめに言えばいいのにね。涼しい顔して 50% 減らしますとか。本当はもっと小さくて、あれでもきっと大きめの数字だったんだよ。ベトナムで発見のコロナ変異株、ラスボスか、だって。ラスボスといえば、RPG ゲームでクリアしたものある？ RPG ってロールプレイングゲームだよ。そのくらい知ってるよ。私はもともとゲーマーだからいっぱいクリアしたよ。私はね、一つだけあるんだ。10年以上前の話だけど、クリアしたのは後にも先にもその1回だけだよ。白雪さん、基本的にゲーム下手くそだもんね。それは否定できない。それで、ある田舎町にね、双子の仲良し兄弟がいたの。お母さんと兄弟でおじいちゃんの家に遊びに行った時にね、火事が起きて、お母さんと弟がいなくなるの。お母さんは死んだみたいなんだけど、弟を探してお兄ちゃんが旅に出るっていうお話。知ってる人いるのかな？ゲームボーイのマザー3っていうやつ。1とか2とかは全然知らない？そっちは全然知らない。これ、糸井重里がシナリオ書いたんだけどね、
物語がすごく切なくて泣けてくるの。これいつ頃の話？中学生の時とかかな。動物の森やってたのと同じ時期だよ。昔の動物の森はつまんなかったけどね。私は何年か前に白雪さんに借りてやったけどね。面白かったよ。最後は確かみんなお亡くなりになって天国で幸せになりましたと去って終わったと思うんだけど、すごく面白かったよ。あれってお亡くなりになったんだっけ？もう忘れちゃったよ。で、それ以外のゲームはダメなんだよね。戦う系のゲームはすぐに飽きちゃう。飽きちゃうの？戦うの自体なんかダメなんだよね。死んだりするし。あとマリオみたいなやつもダメ。弾を避けたり、ジャンプして飛び乗ったりがね、できないの。運動神経いまいちだもんね。なんかああいうタイミングとかがね、つかめないんだよ。ドッジボールが苦手なのもそういうことだよね。きっと。マザー3って音楽に合わせてボタンを押すと連続攻撃できるんだけど、それ知らずにクリアしたんでしょ？全然知らなかった。ゆるりんに聞いて初めて知ったよ。誰かが普通に教えてくれたけどね。読んでないんだよ。あ、そうそう。マザー3のラスボスは小さな生意気な子供だったよ。ホームステイ先の幼稚園児ジェイソンを思い出した。あはは。かわいそうなおじいさんになってたけどね。